今回はネットでちょっと気になる記事を見かけたから、それについて見ていくよ。あと、思うところがあって立ち絵はなしでお送りさせていただきます。見かけたのは、サイクルスポーツというサイトの記事で、タイトルは、ロードバイクは BD 交換だけで速くなるのか？話題の鬼ベアリングを検証です。本文の直接的な引用はしないので、皆さんは概要欄のリンクから閲覧してくださいね。大雑把な内容はボトムブラケット、つまり BD を交換したら、ヒルクライムでタイムが短縮されたというものです。タイトルにもある通り、検証対象は JTECT さんの鬼ベアリングというベアリングを搭載した BD ユニットです。比較対象はシマノ、デュラエースの BD で、約16分のヒルクライムで11秒早かったという結果です。記事は、1時間のヒルクライムレースに換算すれば約40秒の短縮になる驚異のパフォーマンスだって感じで締めています。確かに1時間で40秒なら約 1% の速度向上となり、単体の部品としては驚異的です。高速時の空力系以外ならタイヤぐらいしかこれに匹敵しないでしょう。X でも、ホイールよりコスパいいじゃんみたいな反応もありました。あ、この BD ユニット、記事によると13万円するらしいです。時期的に富士ヒルクライムに向けて準備を整えつつある参加者に対して、強烈な売り込みといったところでしょうか。この記事、本文では特に触れていませんが、薄く、プレゼンテッド、by JTECT と書いてあるので、タイアップ記事か広告のような性格を持つ記事でしょう。YouTube なら冒頭に、プロモーションを含みますって表示させなきゃダメなやつですね。まあ広告がダメってことはないし、こういう検証記事は大好物です。ベアリングの抵抗って普通はすごく小さくて実装では測定困難なんだけど、それを測定しようっていう非常にチャレンジングな記事なので、ちょっと皆さんと一緒に内容を精査してみましょう。まずは検証の条件や使用する機材を確認します。テストベッドは2台のキャニオンアルティメット CFR というロードバイクです。片方の自転車には鬼ベアリング、もう片方にはデュラエースの BD が装備されていて、他は全く同じ部品構成だそうです。検証にパワーメーターが必要なので、それはファベロのアッシオーマデュオを使ったとのこと。1世代前ですが、評判の良いペダル型パワーメーターですね。これを2台のバイクで付け替えたそうです。次に走行条件ですが、コースは約 4km で平均勾配 10%。このコースを 300W を基準値にして、2台のバイクで2本ずつ、計4回の測定を行ったそうです。風速は秒速 1m 以下、走行ラインもなるべく同じと説明されています。これは結構頑張って条件を整えている気がします。でもちょっと気になる点がありますね。まず、詳細は後で触れますが、普通 BB の抵抗は 1W 程度と言われています。なので相当精度の良いパワー測定が欲しくなります。アッシオーマは業界トップレベルの評判のパワーメーターですが、それでも交渉精度プラマイ 1% なので、ちょっと厳しいかなって印象です。精度と繰り返し精度はちょっと別物なので、同じ個体のパワーメーターでの比較ならいけそうと言いたいとこだけど、なぜかバイク丸ごと交換しているので、パワーメーターの付け替え作業が発生しています。パワーメーターを付け替えたらキャリブレーションをしなきゃいけないから、同じパワメでもどれくらいの差が生じるのか未知数です。というかバイクを入れ替えてること自体が結構問題で、さすがにホイールとタイヤは書き忘れているだけで同じ個体を使っていると信じたいですが、それでもチェーンの潤滑状況の差とか、各パーツの微妙な重量差とか、正直 BD より影響度の高そうな要素があってかなり怪しい感じになってきます。試行回数も狙っているレベルにしては少ないですが、それでも走行時間だけで1時間かかりますし、まあ頑張っている方かなと思います。パワメの精度もそうですが、論文書くわけじゃないので、現実的にできる範囲で整えて、誤差の影響が大きいと予想できる場合は、それを踏まえて評価すればいいんじゃないでしょうか。と思います。
というわけで結果を見ていきましょう。デュラエース1本目が16分21秒 314W、 2本目が16分4秒 318W、 鬼ベアリング1本目が16分7秒 315W、 2本目が15分55秒 320W。 平均を取ると鬼ベアリングの方が11秒早くゴールしているとのことです。ついでにコースを 4km ちょうどと仮定した場合の速度も記載しておきました。こっちで勝手に書いているだけで元記事にはありませんのでご注意ください。それにしても 300W オーバーで16分を4本もできる脚力は驚異的ですね。しかしやはり4本をちょうど同じ出力にはできないようで、多少の差があります。元記事では気にしていないようですが、大事なとこなので、この出力差の補正はした方がいいでしょう。でも補正の前に、単純に出力と速度の関係をグラフにプロットしておきます。なんか単純に出力が高い方が速いだけなんじゃね、みたいな不穏な空気になってきましたが、まあ一旦置いときましょう。出力差を正しく補正するには、出力と速度の関係式が必要です。自転車の走行に必要な出力はおおむねこのような式で表現することができます。具体的な計算にはライダーの体重、バイク重量、勾配、空気抵抗ペース、タイヤ銘柄などのデータが必要ですが、記事中にはほとんど書かれてません。なので今回は、一般的な数値から大きく外れない範囲で、なおかつ記事の結果と大きく矛盾しないように数値を決めていきます。最終的には、総重量を 66kg、空気抵抗を決める CDA を 0.30、タイヤの転がり抵抗ペースを 0.005、辻褄が合うようにシャドウを 10.4% に修正。その他パラメータは画面通りとしました。なんのこっちゃって人は過去動画を見てね。これをグラフにします。勾配 10% ともなると坂を登るためのパワーが支配的になって、速度と出力の関係はかなり直線的になります。この計算結果から、実測された 316W 周辺では 1W 増減するごとに、速度は時速 0.043km 程度増減すると予想できるわけです。タイムにすると、4km のコースでは 1W あたり約 2.85 秒短縮される計算です。では、このモデルに基づいて、4本のタイムを 316W 相当に補正してみます。あ、316W ってのは実測結果の真ん中あたりを適当に取っただけです。デュラエース BB の1本目は 314W なので、316W に補正すると約 5.7 秒速くなり、16分21秒から16分15秒に補正されます。同様に補正を加えていくと、最終的にデュラエース BB 側は平均16分13秒、鬼ベアリング BB 側は16分5秒となり、その差は8秒になりました。さっきの11秒よりかは減っちゃったけど、それでも8秒残りました。これが鬼ベアリングの効果なのか、はたまた他の誤差起因なのか。参考に重量がわずかに増減した場合のタイム変動と、風速がわずかに変動した場合のタイム変動を表にしておきますね。先に言った車体の個体差を含めて、いくらでも誤差要因があるので、8秒が何のせいか判別できません。なので、次はちょっと視点を変えて、8秒すべてが鬼ベアリングの効果と仮定した場合、何が起きていることになるのかってのを考えてみましょう。出力補正後に残った差は約8秒。この条件では、1W あたり約 2.85 秒の差が出るので、8秒後約 2.8W に換算できます。つまり、もしこの8秒が全て鬼ベアリングの効果だったとするなら、最低でも元の BB に 2.6W 分の抵抗が必要ってことです。最初の方に BB の抵抗は 1W くらいって言ったと思います。これ、勝手に言ってるわけじゃなくてちゃんとソースがあります。BB の抵抗については、フリクションファクトというとこがやった試験が詳しいです。この試験では35種類の BB の損失が測定されていて、最小で 0.29W、最大で 2.13W でした。中央値は 0.6W ほどです。
条件設定は複雑で説明しきれないから割愛するけど、ちゃんと荷重をかけた試験ってことだけ言っておきます。この試験では島の BB はおおむね 1W から 1.5W くらいで比較的抵抗が大きめだけど、この時代はまだ島の BB のサイズが大きかった頃なので、今のモデルはもっと低抵抗と思われます。この調査をしたフリクションファクトは現在ではセラミックスピードというメーカーの一部です。セラミックスピードは高性能 BB やビッグプーリーで有名なメーカーで、鬼ベアリングとは思いっきり競合関係にあります。なので多少注意してみる必要がありますが、このデータの試験方法や条件は明確で、信用できると思っています。買収前の試験データですしね。ここら辺の参考リンクは概要に貼っておきますね。このチャンネルでも過去に別のベアリングの実測データをもとに 139W の時 BB30 的な BB の抵抗を 0.1 から 0.2W と推定しています。250W に換算すれば 0.2 から 0.4W くらいになって、ちょっと低いけどフリクションファクトの結果と極端な乖離はありません。もちろん、これらは全て試験装置上での話です。なぜなら走行中に BB だけの抵抗を分離して、こんな微妙な値を測るのはほぼ不可能だからです。なので実際の走行中の抵抗が、これらの結果からずれている可能性は否定できません。にしても BB だけで 2.6W 減らすのは相当に無理があることがわかります。2.6W の抵抗というのは、90rpm 時にペダルに 150g くらいの荷重をかけなければ回せない程度を示しています。さっきも言った通り、実際に漕いでいるときは、BB の抵抗だけを分離することはできません。ただ、停車時にペダルの上に立てば BB に大きな荷重をかけた状態を作ることはできます。その時正常な BB に 150g に相当するような回転抵抗があるでしょうか。これも直接測りようがないので断言はできませんが、かなり考えにくいと思います。しかも天下のデュラエースの BB ですよ。デュラエースといえば、記事中には鬼ベアリングはデュラエース BB の40分の1の抵抗という記載もありました。これのソースも探したら、JTECT さんのサイトでそれらしいグラフを見つけました。と言ってもっつして文句言われたらやだから、リンクだけにしときます。これ、条件が何も書いてないので断片的な情報から推理するしかないのですが、記載されているトルクが非常に小さいので、負荷なし、またはそれに近い条件での試験ではないかと思われます。無負荷時は、負荷とほとんど関係ないダストシールの接触抵抗と、グリスなどをかき混ぜる抵抗が支配的になります。シールが強力な島の BB にはかなり不利な条件です。だから、負荷のかかる実装では、ここまで極端な差は生じないと思われます。推測ばっかで申し訳ないような気もするけど、そもそも何も条件書かないのが悪いです。ちょっと脱線しましたが、短縮された8行のうち、かなりの割合は、BB ではなく別の誤作要因によるものと考えた方が自然という話でした。では、実際はどの程度の効果ならありえそうでしょうか？仮に、デュラエース BB の抵抗を 1W 程度、鬼ベアリングは 0.3W くらいとしときましょう。これなら 0.7W 節約できます。記事のコースでは 1W あたり 2.85 秒に相当するので、0.7W なら約2秒の短縮です。1時間あたりにするなら8秒くらいですね。ざっくりとしか見積もりようがないですが、ここら辺が上限かと思います。本当にこれだけ短縮できたらかなり早いと思いますよ。というわけで今回は、サイクルスポーツさんの BB 検証記事を検証する動画でした。JTECT さんは提供はしても記事のチェックはしないタイプなのかな？それとも自社のサイトにもっとガバガバなテストも載せてるからわざとなのかな？バイバイ。